の皆さん、こんばんは、バッチです。さあ、今週も、玩具レビュー生配信の方を始めさせていただきたいと思います。イェイ。いやー、やれやれ。はい、今週はですね、はい、先週からですかね、始めております、五星戦隊大レンジャーのデラックスロボシリーズですね。はい、こちらの最後の、はい、ロボということでですね、はい、この3号ロボであります、超貴殿獣大無限。はい、こちらを、レビューしていきたいと思います。イェイ。さあ、今週もですね、なかなか楽しみに、しておりました玩具ですので、ちょっと楽しんでいきたいかな、なんていうふうに思います。いやー、その前にね、ちょっとね、オープニングのトークというかね、ちょっと、お酒でもね、ちょっと、飲みながら少しね、お口を軽やかにしたいかな、なんていうふうに思います。あ、そうそう。最近ですね、ちょっと仕事の合間にちょいちょいですね、作業をしまして、今までのね、生配信のアーカイブを、まだ今年に入ってからのやつだけなんですけど、あれしまして、何でしたっけ。動画のですね、アーカイブ動画の、タイムテーブルを、ちょこちょこ設定しております。なので、ちょっとね、どこら辺の、位置から、どんな内容を喋ってるみたいなのがね、ちょっと見れるようにしてありますので、ぜひね、もし、アーカイブをご覧になられる機会がございましたらご活用いただければな、なんていうふうに思います。よっ。いやー、なかなか大変なもので、山中幸雄さん、主さん皆さんこんばんは、お疲れ様です。これです。前回の生配信で言っていた大無限はこれです。そしていよいよ明日はギャバンインフィニティですね。あ、どうも山中幸雄さんよくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、そうですね。ついに始まってしまいますね。明日からギャバンインフィニティ。と、ギャバンインフィニティをですね、もう、まあ、なかなかね、新しくスタートするということで、よろしいかなと思うんですけれども、今日はですね、うちの娘ちゃんとですね、出てこない。50ジャー、そう、50ジャー、50ジャーが出てこないっていうね。そう、50ジャーのね、デラックスなりきり玩具、デラックスロボの、武器、はい、今までね、全合体させてロボットにしてね、飾ってあったんですけど、それ全部ばらしまして、武器にしてですね、うちの娘ちゃんといろいろこう話しながらですね、遊ぶっていう機会がありまして、いや、なかなかね、すごく良かったです。うちの娘ちゃんは、ロボットとかにはほぼ興味ないんですけど、はい、ドンブラザーズとね、50ジャーめちゃめちゃハマってくれてて、うん。この間もね、二人で、あれに行って、アトラクに行きまして、G ロッソに行って、はい、50ジャーショー見てきましてですね、今度、予約取れたので、素顔の公園に行ってきます。今度ね、3月に入ってからですけれども、どうしてもね、シダコハクちゃんに会いたいっていうことでシダコハクちゃんは、やっぱ急遽出演が決まったので、
スケジュールとかのね、調整合わず、こういうね、素顔の公演系、G ロッソもそうですし、あとは、超英雄祭もそうだったのかな、系のやつはですね、一切こう出演できてないんですよね。まあ、それは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、はい。ただね、それだと、あんまりなっていうことなんで、ブーケちゃんと、代わり代わりでですね、ショーが終わった後に、ちょっとね、ちょっとしたゲームコーナーというか、お話ししたりし、おふざけして、お話ししたり、ゲームやったりっていう、ちょっとしたコーナーがあって、はい。で、そのコーナーにのみ出演するっていう日が3日間だけあるんですよ。だからそこにね、ぜひ行きたいっていうことでですね、頑張ってチケット取りまして、3月になったら行ってきます。ついに、志田琥珀ちゃんに、あの、まあ、やっぱりね、ドンブラザーズのね、北尾遥ちゃんの時からね、うちの娘ちゃんはね、志田琥珀ちゃんがものすごく推しなんで、はい。ちょっと会いに行きたいかな、なんていうふうに思っております。まあそんなこんなでね、ちょっとね、なかなか50ジャーでのデラックス玩具のなりきり玩具をですね、ちょっといろいろね、いじりながら、いろいろお話ししたのが非常に楽しかったんですけれども、いやー、なんかね、遊んでて思ったんですけど、僕、なるほど、そういうことかってね、また新たに気づきがあったというか、あのーそうそう、ロボット玩具もそうなんですけど、僕って、本当にね、なりきり玩具とかは、あんまり興味ないんですよ、本当に昔から。幼稚園の頃からそうなんですけど、なりきり玩具にね、ほぼ興味なくて。なんでかなって、でね、申し訳ない言い方をするとですね、ちょっと語弊があったらあれなんですけど、あの、最近っていうのもあれなんですけど、ライダーとか、スーパー戦隊のなりきりもそうなんですけど、音楽鳴るじゃないですか。変身待機音とか。で、すごい、この変身の時にはこの音楽が鳴って、みたいな感じで、やるじゃないですか。あれにね、全く興味がないんですよ、僕。びっくりするぐらいね、何の興味もないっていうか、鳴ってるな、再現されてるな、ぐらいにしか思ってないんですよ、本当に。で、うちの娘ちゃんと今日は、遊んでた時に、やっぱうちの娘ちゃんはね、やっぱりこう、指輪はめたり、そうそう、50ユニコーンのやつを握ったりね。うん。で、劇中でやってたペガソードのハンドソードモードを握ってパンパンやったりとかっていうのを結構楽しそうにやってるんですよ。そういうことかってなんかその時ピカーっとひらめいたっていうかね、ガテンがいったと思ったんですけど、そうかと。僕、劇中再現に、ほんと頓着がなかったんだなって思いました。あのーこれは、なりきり玩具だけじゃなくて、ロボ玩具もそうです。だから、ロボット系のやつで、劇中再現パーツとか、いっぱいくっついたりするやつあるじゃないですか。あれに僕、全く興味がないんですよ。全く興味がないっていうのもおかしな話なんですけど、別に、うん、全然そそられないというか、うん。だからそんな別に細かくいっぱいつけてくれなくてもいいのになぐらいにしか思ってなくて、それよりもちゃんと変形する、ちゃんと合体する余剰パーツがないとか、ギミックがすごいとか、そういうことの方がもう100倍、1000倍、万倍大事というかね。って考えたときに、そっかと思ったんですけど、そう、僕、子供の時からなんですけど、アニメとか、あの、番組とロボット玩具は別なんですよ。
だから、ロボット玩具はめっちゃくちゃ知ってるし、すっごい、昔からこのロボ玩具はものすごい知ってますっていう玩具があったとしても、そのアニメ一回も見たことないとか、いや、もう平気であるんですよね。そう、だからね、往々にして全てのコンテンツはロボット玩具発なんですよね、僕の場合。だから、そう、テレビで見て、アニメで見て、ああ、これがいいなっつって、それの再現のロボットが欲しいじゃないんですよね。まずこっちなんですよ。おもちゃ屋さんとかプラモ屋さんで見て、うわーすげえかっこいいとか、うわ、これ何これっつって欲しくなっちゃう。後々来て、実はこれの反則番組がテレビで実はやってるよって言ったら、へえ、そうなんだっつって見るとは限らないみたいなね。そういう感じなんですよね。昔からそうなんですよね。そういえば。だからダンクーガとかもめっちゃくちゃ好きで、すっごい遊んだんですけど、アニメとかを見たのは、もう、そこから十何年後ですからね。リアタイで、まあ、もちろんリアタイでも見てたんですけど、ほとんどもう見て、見てないに等しいぐらいの見方だったんで、昔そんなにちゃんとアニメとか見なかったですね、そういえば。子供の時。よく意味分かってないっていうか、もうスーパー戦隊とかも話とかほとんど見てなくて、なんかスーパー戦隊ね、変身して戦い始めてからが本番みたいな、それまでの話とかってもうほとんど見てないっていうかね、おもちゃでカチャ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 やってる横で流れてるぐらいな感じで。ああ、僕はそこから何も成長してないんだなと。そうそう。だからあんまり劇中再現とかっていうのはそこまでね、すごいど真ん中にはないんですよ。ああ、だからこういうところの差があるんだなと思って、どっちがいいとか悪いとかって話をしてるんじゃないですよ。うん。僕はそういう感じの人間だったっていうことなんですよね、タイプ的に。そうそう。だから、ロボット玩具とかの遊び方とかも、多分当然違うんだろうなと思って。そう。だから、あの、なんだろう。そう、人それぞれだなということを改めて、この年になって感じたよっていうね、そういうお話でございました。あ、そして山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。あ、そしてチアさん、こんばんは。大無限でかいな。タイムロボを改造しながら見てます。あ、どうもチアさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。タイムロボいいですね。もう僕も早く作り始めたいですね。もうね、今、超作りたいんですけどね、去年からずっとね、家の荷物の大片付けをずっとしてて、でもね、収まりきれないぐらいあって、だからしょうがないからね、もう、一応、いつもね、ポンプ室って別部屋があって、そこのポンプ室が倉庫になってるんですね、半分。で、その倉庫の中に、塗装ブース組んでるんですけど、もう一時的にここでいいやっつって、そこの塗装ブースのね、テーブルの上にガン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 荷物置いてね、そのまんまにしちゃってて、だから塗装を始めるのに、まずね、大片付けをして、なんとかしてからじゃないと塗装できないっていうね、大変な状態になってて、もう、時間がないし、ね、作業もできないのに、さらに作業しようと思った時に、もう一個前にさらにね、でっかいハードルがあるみたいなね。もうなかなか大変な状態でございまして。でもなんとかね、タイムロボはほんとね、多分僕ね、タイムロボ本当に過去の発売されたスーパー戦隊 SMP の中で、いやまだ作ってないですけど、あれだけ見たらね、レビューだけ見たら、いや、もう過去最高傑作っつってもいいんじゃないかなぐらい思ってますからね。いや、だからね、
いや、もうぜひ、チアさん、羨ましいなと思ってます。早くやりたいっす。山中幸恵さん、そしてシンカリオンの E4MAX 時セットおめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。山中、そう、いろいろね、最近、シンカリオンチェンジ・ザ・ワールドシリーズをちょこちょこ、買い集めててましてですね、そう、いろいろ買ってるんですよ、今。そんで、ちょこちょこ買ったものを買いましたよっていう報告を、はい、X でね、ちょっとポストさせていただいてるということでですね、山中幸雄さんがちょっとそれを拾っていただいて、どうもありがとうございます。ケイチ君、オツス、ロボとアニメが別個っていうのすごいわかります。あ、どうも、ケイチ君よくお越しくださいました。ありがとうございます。なんかね、そうなんですよね。昔からそんな感じだったんですよね、僕は。うん。うちの、うん。うちのね、チビも似たような感じなんですけど、だからね、もう本当に、50ジャーとかも、全く見てないっていうか、ものすごい集中して見てた仮面ライダーセイバーとか、ゼンカイジャーですら、お話の時はほとんど見てないっていうね。だから、ああ、こんな感じだったな、俺もっていうのは、ちょっと思ってましたけども、結構そんな感じですね。だからそう、すっごい好きだったアニメとかも、よく考えてみたら、話のパートとかよく知らないな、俺っていうね、そういうのが結構ちょいちょいありますね。チュアさん、SMP タイムロボの、下腕を見ながら同じような思いを感じます。ギミック版、見栄え版を完走できるようにしたらよかったのになと思いました。なるほど。タイムロボの、拳か。拳の部分ですかね。カバーがくっついてて、外すと中に拳が入ってるみたいな。あっこの話ですかね。多分そうですよね。なるほど、なるほど。だから、見栄え用に、こう、プロップ用の手首がくっついている、ちょっとスリムになった、状態と、デラックスロボさながらのやつ、もう膝と拳兼用みたいな、半ジョイント状のやつみたいなのと、あの、取り替えっこで再現して、おもちゃで遊びたい人はおもちゃで遊べるようにすりゃいいのにっていう話ですかね。なるほど、なるほど。確かにね、そういうパターンありますよね。確かに両立はできないか。そうですよね。拳穴が開いてないんですっけ？こっちのカバーつけた場合は。そうですよね。だから、武器が持てない系ですよね、確かね。で、武器持たしたかったらカバー外して拳に刺さなきゃいけないみたいなね。そっかそっか、それでか。なるほど、確かに。そう言われればそうですね。うん。ま、難しいとこですね。だからこれ、好みがあるから、好みに合うように選択制にしてくれたらいいのになってことですよね。確かにそれはそうかも。男亀ライダーセイバーさん、こんばんは。俺合体研究所さん、よろしくお願いします。今日、プラデラネオ、コスモギャバリオンを買いました。時間かけて作り、完成させて喜びました。来月、一旦最後の、バーサス見に行きます。どうも、男仮面ライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。なるほど。プラネラネオね。コスモギャバリオンね。あれ、なんかちょっと僕も X のポストでなんか購入された方のやつをちょっとだけ見たんですけど、潜在画像だけじゃ分かんなかった部分が結構、
見れて、あれ結構動きますね。で、ちゃんと頭の頭部も、ボールジョイントでくっつきつつ、さらにね、ボールジョイントの軸は残しながらも、ちゃんと変形する、頭部が変形するんですね。自慢ゲーターにね。うん。で、ボディは、デラックス同様に3パターンに変形して、で、かつ、ロボ状態でも結構可動域ありましたね。肩もちゃんと脇も開けてました。だから、まあ、おそらくその可動範囲的には、まあ、ミニプラの方に軍配が上がるんでしょうが、うん、全然普通に動ける感じでしたよね。だから可動性にもそんな問題なさそうだし、だから、なんだろう、今までのミニプラのクオリティ枠みたいな感じですかね。だから今までのミニプラの感じで、集めていきたい人は、ミニプラじゃなくて、あの、プラデラネを買ってくださいみたいな。でもミニプラは普通にもう子供が買うものとして、あの、作りやすい感じのものを食玩としてお出しするっていう感じってことですかね。うん。まあだからね、プラデラネオは、だから、いいんじゃないかなと思って、難しいのは、プラデラネオのラインナップですよね。うん。あれ、ちゃんと全部プラデラネオで、オプションのね、奴らが出るのかどうかっていうとこがね、問題ですよね。あれ、オプションたちがプラデラネオでちゃんと、ラインナップをしてくれるという安心のもと、安心がないと、やっぱこう、二の足踏んじゃうなっていうのは、ちょっとありますよね。まだ何分ね、始まったばっかりのシリーズばっかりなんで、なんかそこら辺のそのね、消費者と、提供側のこの信頼関係がまだゼロに戻っちゃったんで、ゼロからまた構築しないといけないっていうところで、今回なんかちょっと採算性うんぬんかんぬんで、ここはダメだなとかって一発で切っちゃったりなんかしたら、まあ多分この先シリーズ続かないと思うんですよね。だからここら辺をちゃんと理解できてるかどうかっていうところは、結構、あれですね、難しいところだと思いますよね。うん。ぜひね、今後もメタルヒーローシリーズを続けていきたいんだったら、今回のギャバンインフィニティはちょっとあんまりね、出し惜しみしないで、やった方がいいんじゃないかなって思いますよね。あ、バーサス映画ね。僕も見に行きます。娘ちゃんを連れて見に行きます。ケイチ君、タイムロボ最高傑作なのはそうなんだけど、デラックス版のギミックは最低限再現してほしいなって。はあ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 。なるほどね。はい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 。冠パーツか。シャドウアルファとかの強化ヘルメットっていうか、強化バイザーがあるんですけど、強化バイザーだけ、あれなんですよね。あの、非変形というか、アルファ用とベータ用で分かれてて、うん。だけど、デラックスってあれちゃんと、変形して、一個のワンパーツなんですね。しかも、あれ、プロディバイダーに、くっつけていられるんですよ。だから、プロディバイダーを、シャドウにくっつけて置くことができるのならば、余剰パーツゼロっていう形になるんですよね。だからそれが今回できないんですよね。一応プロディバイダーは、設定上はシャドウにはくっついてないんですけど、玩具オリジナルとしてくっつくんですよ。で、SMP でもちゃんとデラックス踏襲してプロディバイダーをシャドウにくっつけることはできるんだけど、冠だけはプロディバイダーにはくっつかないし、
その冠自体もアルファとベータで変形とかしないで、バラバラ、べっこバラバラ状態で、もうだから冠だけは2パターンとも全部完全余剰パーツみたいなね。だからそこら辺だけがちょっと嫌だなっていうことなんですかね。うん。それは僕もそうですね。まあそこら辺は、まあ、なんとかしますよって感じでね。自分の方でなんとかしますぐらいな感覚でいるんで、そこまでですかね。うん。まあ、自分で何とかしますよ系に目をつぶってしまえば、もう何らのあれもないですかね。もうむしろ僕は驚きばっかり。嬉しい驚きしかないって感じですかね。僕の場合、タームラボに関しては。いやー、だからね、作るのが超楽しみで仕方がないって感じですね、今。男仮面ライダーセイバーさん。来月から発売がスタートする、特撮フィギュアシリーズ買い始めます。第1弾は、ギャバンインフィニティ、ギャバンブシド、ギャバンルミナス買います。自分はシンカリオン Z のエヴァンシンカリオン2号機持っています。あ、なるほど。あれですね。でっかいやつか。なんか、すげえでかいフィギュアが出るんですよね。うん。なんかいつものアクションフィギュア枠とは別に、なんかデラックスロボバリのでかさの、フィギュアが出るんですよね。そこまで稼働とかするわけじゃないんですけど、うん。あれ、どういう枠なんですかね。いや、もちろん欲しい人いっぱいいると思いますし、うん。なんでしょうけど、いや、僕はね、正直言うと、何の金銭もないんですよ、そこに関して。だからね、でもまあ、売れるんだろうなと思いながら、何枠なんだろうっていうのはちょっとね、僕、僕のその脳みその中に、あれ、ああの、あの予算が収まるね、スロットがないんですよ、僕の頭の中にね。どこのスロットに置く系の玩具なんだいあれはっていうね。アクションできるわけでもなく、なんか装着変身とかで変身とかをできるわけでもなく、多彩な武器との連動があるわけでもなく、ロボットとして変形したり合体するわけでもなく、みたいなね。どこをどうやって、なんかこう楽しむべきものなんだろうっていうのがね、僕のこの、あれにないんですよね。メモリーにないんで。難しいところだなと思いますけど。いや、でも、素晴らしいと思います。シンカリオン Z ね。僕もシンカリオン Z 持ってます。シンカリオンのエヴァシリーズ。うん。多分、うん。初号機と2号機持ってますね。シンカリオン Z もね、かっこいいんですよね。単体でね。単体での完成度がめっちゃ高いんで、シンカリオン Z は Z でね、うん、楽しいですね。まあ、正当なシンカリオンって感じですよね、Z の場合。でね、ドクターイエローと、なんだっけ、のぞみじゃない。なんかもう一個いつもね、部屋に飾ってあるんですよね、Z は。単純にロボがかっこいいっていう状態ですね。うん。でシンカリオン Z もすごくいいシリーズですね。エヴァンゲリオンのやつも持ってるんで、折を見て、生配信で遊べたらなと思っております。トムチャンネルさん、こんばんは、初見です。どうも、トムチャンネルさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。男仮面ライダーセイバーさん。少々お待ちください。ごめんなさい。なんか変なとこ触っちゃった。OK。ぶねえ。すいません。失礼いたしました。男仮面ライダーセイバーさん、ムービーモンスターシリーズのエヴァ初号機、エヴァ2号機持っています。そうなんですね。ほう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 。まあ、エヴァンゲリオンはね、いろいろ商品化されてますからね、なかなか面白いですね。僕もエヴァンゲリオンシリーズはね、全部、
見ておりまして。うん。だからね、結構エヴァンゲリオンシリーズは、ちょいちょいね、買ったりはしますけど、まあ、でもやっぱり、先ほどの、理由からですね、基本、エヴァンゲリオンシリーズはやっぱり、シンカリオン系の変形したり合体したりっていうのが、ギミックがあるやつが好きですね。基本は。ケイチ君、劇中再現パーツよりガンガン遊びしやすくするオリジナルギミックの方が断然好きですわ。タイムジェット、グランドモードとか、SMP なら昭和戦艦武器、格納スペースとか。あー、なるほどね。そうそうそう。そっか。だからあれだね。そう、タイムジェットのやつも、そっか。賛否両論あったんですよね、SMP はね。あの、タイムジェット、タイムロボの3形態のうちの1個で、5機のね、タイムジェットが合体するね、タイムジェットガンマっていうのがあるんですよ。合体ジェット。で、この合体ジェットは5機が合体するんですけど、実際はですね、2号機と3号機の、パーツが、外さないとダメなんですね。だから、ガンマに合体ジェットになった時に、実は外すパーツがあるんです。で、この外すパーツって、タイムロボアルファの時にシールドパーツになるために合体できるんですけど、これが余剰パーツになるんですね。劇中再現モードだと。ところが、玩具オリジナルで、この状態のやつがね、下にコロがついてて、タイムジェットの底面にガチャンと合体すると、タイムジェットの下にね、台座として合体できるんですよ。しかもちゃんとガチッと合体できて。で、しかもコロがつくから、タイムジェットガンマの時は、コロ走行で遊べないんだけど、そのシールドを下につけると遊べるっていう、そういうね、おもちゃオリジナルギミックっていうのがデラックスにあったんですね。で、SMP でも、それはね、グランドモードということで、再現されてるんですが、デラックスロボの時はね、何にもなく、ガチャッとね、ジョイントでガチンと合体できたんですけど、SMP ではそういうわけにはいかずですね、なんか、透明の、外付けジョイントパーツみたいなのをくっつけて、なんかスタンドのね、基部みたいなやつ、透明の。で、それをつけて、そのジョイントを介して、本体と合体っていう感じだったんですね。で、実際はこの透明のパーツは余剰パーツなんだけど、背面、ロボットの時には背面にちょっとつけておけるよとか、X でなんかアレンジされてた方は、アルファの時に、頭部が収まっていったスペースがあるんですけど、その中に突っ込んでられますよとか、っていうことで余剰パーツなしにはできるんですが、でもまあ、デラックスと同様にね、何もなしでガチャンと合体してた方が、まあ、素直で嬉しかったなっていうところはちょっとありますけど、まあそういうね、オリジナルギミックがあったんですよね。ああ、なるほどね。昭和の戦艦のね、武器格のね、バイオドラゴンとかのね、側面のとこパカッと外して、そこにね、ロボの時に使う武器とかを格納して、武器も含めて輸送できるっていう、デラックス、ビッグスケール版、当時のビッグスケールにはなかったね、機能とかも盛り込んでくれてたりするんですよ、SMP は。だからそこら辺もね、含めてすごくいいですよね。確かに。それは本当に僕もね、同意です。そういうのね、つけてくれると、もうね、より素晴らしさが増しますよね。トムチャンネルさん、大無限ってジェットマンのイエロー。大無限ってジェットマンのイエロー。
大無限の人間体ですよね。人間体って言っていいのかな。亀尾くん。で、亀尾くんって、イエローオールの人ですっけ？あれが役者さん。ごめんなさい、僕そこまだ分かってないかも。そうなの？ちょっと今ね、軽く調べてみましょう。成瀬富久さんですね。成瀬富久さん。成瀬富久さん。あ、大無限の亀尾もやってますね。本当だ。そうだったんだ。全く知らなかった。ありがとうございます。そうだったんですね。へえ、大無限って、このね、長期伝授大無限っていうね、やつなんですけど、長いことね、こう封印状態でいたときに、自分の体をね、人間の体にしてたんですよ。で、その人間の体になって、久しくずっと人間の体でいたら、自分が貴殿獣だってことを忘れちゃってたんですよね。それが、その天保来来の玉に触れて、思い出して、そうだったんだギャーっつって、超死生児になって大レンジャーたちと一緒に戦い始めるという、こういうね、あれがあるんですよ。で、その超死生獣になる、超貴殿獣になる前の状態が、の時は、亀尾っていうね、ちょっと太っちょの男の、男性なんですけど、この方がね、ジェットマンのイエローールをやられてた俳優さんと同じ俳優さんだったと、そういうことですね。うん。全然知らなかった。ありがとうございます。男仮面ライダーセイバーさん、今年グランセイザー角フィギュア発売と超精神ガルダドルクルスガン、ドルクルスガンシッサリバイアさんガントラス大セイザー買います。はははは。トイライズだっけ？トイライズかなんかで、グランセイザーのシリーズが、リメイクされるんですよね。で今は、変身ヒーローの方が出てるあれトイライズでしたっけ？グランセイザーのリメイクって。こういう時はね、すぐ調べてしまうというね。グランセイザー、リメイクで出てくるかな。出てきた。違うか。トイライズじゃないですね。プラメイトシリーズです。で、その他にもいろいろ今後出てくるんですかね。グランセイザーシリーズ。なるほど。まあでもね、グランセイザーもかなりね、ギミック凝ってますし、合体ね、ギミックもいろいろあるから、パターンもね、ありますし、リメイクしたらすごく面白いシリーズになりそうですよね。
チアさん、高富の川森先生デザインのシンカリオンの商品発表にワクワクしてます。なんかね、出ましたね。なんか、そうそうそう、シンカリオンをリデザインするっていうことで、マクロスとかのね、マクロスとか、アクエリオンとかのデザイナーをメカデザインやられてる川森さんね、川森誠司さんが、シンカリオンのね、デザインをもう一回焼き直しするってことでね、なんか、そこにね、なんか新幹線だけじゃなくて、あれね、機関車とかも、なんかラフデザインみたいなのがあって、なんかどうなるんだろうってね、すごい面白そうですよね。確かにそれはちょっとワクワクします。さあさあさあ、ということでですね、ちょっとこちらの方を、やっていきたいかな、なんていうふうに思います。いやー、でもね、これ面白いですよね。今回、ご紹介しますのは、こちらの中央にありますね。亀ちゃんですね。はい。巨大な、起電樹、一番巨大なね、起電樹になっております。大無限でございます。ね。で、この大無限ね、もう本当に、ちゃんとしたやつね、ほんとびっくりするぐらい高くて全然買えなくてね。でね、なんとか僕の、お財布の中でね、収まるくらいの値段で、なんとか落としたものを継ぎはぎで、なんとか1個にまとめてるやつで、実はね、全然いろいろ足りないんですよね、パーツが。うん。ここら辺とかのね、金メッキとかも全部、金メッキパーツ剥がれちゃったりしてるんですけど、あるいはね、ここがね、左右ともに1個足りないとかね。あと、ここ、角がね、なくて、しょうがないから、この角別パーで、取り付けて、角にしてるというね、そういう状態で、あんまりね、完全体ではないんですけれども、はい。でまあ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 、ギミックはちゃんとで再現できるので、まあいいかということで、見切り発車でちょっとね、やってしまおうというね。大レンジャーシリーズこんな感じなんですよね。はい。だけど、まあ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 、パーツは完全ではないですけれども、うん、遊べますので、ちょっとこれでね、レビューしていきたいなと思います。で、こちらの大無限。うん。まあ、見ての通りね、亀ちゃんがモチーフなんですけれども、まあ、もうちょっと言うと、死生樹。まあ、東西南北に、対応するね、神様の聖獣、霊獣っていうんですかね、中国の、まあ、うん、古代のね、文化の中に出てくる、幻獣の中に死生獣というのがありましてね、東西南北に対応する、朱雀、青龍、白虎、玄武っていうね、4種類の聖獣がいるんですけれども、それに対応する玄武に、をモチーフにしてるっていうことなんですね。で考えると、大レンジャーってそうなのかなと思いまして、だからこれを玄武とするならば、ウォンタイガーは白虎ですよね。で、流星王は清流ですよね。で、朱雀は、西方王ってなるんですかね。だけど、西方王単体だとあれなんで、まあ、ね、天空貴殿をまとめて朱雀と。朱雀、清流、白虎、玄武っていうことで、死生獣っていう形のラインナップっていう風に取れるのかななんていう風に思いますね。で、この他に、合体とかには全く絡まないし、味方でも何でもない、ただの災害ロボなんですけど、大レンジャーに大人竜っていうね、超でかい竜のロボなんですかね、あれは。竜のね、やつがあるんですよ。竜のメカがね、いて。で、あれが清流って思っちゃうんですけど、多分清流は流星王なんですよね。だからで、死生獣って、東西南北の 4種類なんですけど、一応五行思想にのっとると、そこに対応するもう一つの方角が必要じゃないですか。ってなった時、東西南北とその真ん中の中央っていうものがありまして、
で、この中央を、に位置する、死生獣というか聖獣がいまして、で、これがね、黄龍っていうやつがいるんですよ。で、黄龍っていうのがいて、まあ別名を黄龍って言ったりするんですけど、で、これはね、ちょっとね、あの、諸子、いろいろね、考え方があって、黄龍って言うと、このね、死生児を神様として扱ったとき、名前が変わるんですよ。名前が変わったときの清流の対応するのを黄龍って言ったりするんですけど、それはね、なんか扱う媒体によってちょっとね、扱い方が変わってくるんですね。で、一応、その真ん中に位置する竜もいるんですよね。黄金の竜が。で、これを黄竜とか黄竜とか言ったりして。でね、ややこしいのが、この黄竜とか黄竜の他にね、真ん中にいるのもね、キリンっていう風にするパターンもあるんですよ。キリンって言うと、ここにいいんじゃねえかっていう感じになるんで。ということはっていうね、獅子と天馬は省いて、こいつが一番偉くなるのっていう感じになって、それよくわかんなくなるんですけど、まあ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 、そこら辺はね、全部ガン無視して、たときに、大神竜っていうのはその中央にいる、黄竜の立ち位置にいるやつになるのかなというふうに思うと、なかなかこう、腑に落ちるラインナップになるなっていうふうに、はい、思った次第でございます。はい。ということでですね、今回はこちらの、大無限、こちらをレビューしていきたいと思います。いやね、前回までにね、この大レンジャーシリーズいろいろね、レビューさせていただいて、いや、やっぱね、すごくね、単体での遊びが、なかなかね、こう、リッチなシリーズで、とてもね、遊びごたえがある玩具だなと、改めて思いましたね。よいしょ。だね、この撮影スペースが本当にね、どんどんこの玩具に侵食されておりましてですね、今。一旦置こうかって思うんですけどね、一旦置くスペースがないっていうね。よ。はい。ということで、始めていきたいなと思います。はい、まずはこちらですね、大無限。はい。こちらのね、大無限、本当にね、この、まあ、見るからに陸亀っていう感じがしてね、すごく可愛らしい感じなんですけれども、先ほどもね、並べていたのでわかると思いますが、本当にね、バリバリにでかいです。はい。前年の、10レンジャーっていうところの、キングブラキオンに相当するやつなので、本当にキングブラキオンレベルにでかいです。やっぱりね、この縦とか、もう本当に箱っていう感じのデザインなので、このね、箱箱しさのこの圧迫感を考えたら、ちょっとね、そう、キングブラキオンも凌駕するぐらいのでかさを感じますね。それぐらいのサイズの暴力っていう感じなんですけど、はい、こちらの大無限、ちゃんとね、このような感じで、コロ走行もちゃんとできます。ね。それと、あとは、簡単なライト&サウンドギミックも搭載しておりますね。なので、こちらも前年の、10レンジャーと同様にですね、2号ロボに、ライト&サウンドギミックありつつ、3号ロボにもライト&サウンドギミックをつけてきたっていうことですね。キングブラキオンには、ライト&サウンドギミックがついてなかったんですよね、確かね。
あくまでもドラゴンシーザーのドラゴンアントラーの中に簡単なライト&サウンドギミックが入ってただけ。で、究極大十字になった時に、そのドラゴンアントラーがキングブラキオンに組み込まれる形でライト&サウンドギミックになったに過ぎないという形ですね。単体には搭載されてなかったんですけど、翌年の大無限には、なんとこの大無限3号ロボ枠の方にも、ライト&サウンドギミックがついてきたと。だここら辺は前年よりもちょっとリッチになってるよと。さらに言うと、3号メカですよね。キングブラキオン枠で単体変形を盛り込んできてるというところから、10レンジャーから、こう、ちょっとね、ギミックが複雑になり、リッチになってるっていう風にも取れるんですよね。ただその代わり、前年でできていた2号ロボとの強化合体っていうのがなくなっちゃったっていうので、なかなかどっちに軍配がっていう感じなんですけどね。だからまあ、ギミックでね、実はいろいろ前年よりもレベルがアップしてるんだよっていうところは、ここから見受けられるんですね。で、サインのギミックは、このね、前面のこのボタンで2種類の音が鳴ります。これね、結構でかいんですけど、鳴らしてみます。これめちゃくちゃでかいんですよ、音。怖い怖い。これが、大無限のね、長期伝獣の時の鳴き声です。はい。で、これが、この大砲ですね。何でした超気力砲でしたっけの、このね、メインウェポンの砲撃音ですね、これが。というね、2種類の、はい、ライト&サウンドギミック。サウンドだけじゃなくて、ここも光るんですよね、ここの中央の部分が。うわ、うるさ。こんな感じで。だね、今で言ってしまえば、なんちゅうことねえなっていう感じですけど、やっぱね、当時は、やっぱ音が鳴って光るっていうのはね、相当リッチなギミックになってたので、なかなか迫力があって、すごいんじゃないかなと思います。まあ、大無限のね、起電銃モードでの遊びといえば、こんなとこですかね。あとはただただ単純にこう、すごい、でかいっていう感じですね。で、こちらは、単体で、起電無人の方に、変形することができます。なので、ちょっとそちらの方やっていきたいと思います。この変形もね、かなり単純なんですけど、この顔もね、結構かっこいいですよね。本当に。陸亀っていう感じの。で、しかもね、目もちゃんと別パーで再現されてて、クリアパーツなんですよ。ここら辺結構リッチですよね。で、こちらをですね、展開すると、ここの後頭部から顔が出てきます。ただ、この首ですね。この首を中にしまっていきます。これもね、面白くて、起電銃モードの時説明すればよかった。このね、この首がね、結構動くんですよ、これ。で、しかもこの首もここで動くだけじゃなくて、この基部ごと動くんですね、ここで。結構な首のスイングはね、ものすごい動きます。ここら辺はね、すごく凝った作りをしてるんですね、何気に。はい。そして、立てます。立てて、怖っ。立てましたら、ここの足ですね、後ろ足の方を回転させます。はい。そうしましたら、
このキャノン砲を押すと、ここにね、指が出てきますので、はい。出てきましたら、さあ、これで完成。貴殿武人、大無限だ、イェイ。おー、変形できました。いや、なかなか割り切ったおデブちゃんというね、感じの、はい、貴殿武人なんですけれども、なかなか迫力があって、まあね、そんなに凝った変形ではないんですけれども、単体でね、ロボモードがあるっていうだけで結構面白いですよね。で、この状態で、まあ遊べるね、ギミックがあるかっていうとそんなにないんですけれども、まあ一個ね、メインのギミックがあるとしたらですね、この中にパカッと開けますと、この中がね、完全な空洞になってるんですね。で、実はこの中に貴殿武人たちを格納してですね、エネルギーをこう、蓄えることができる。なんだろう、エネルギー補給装置的な、メカだったりするんですよね。なので、ドドン、流星王ですね。この流星をちょっと、それで遊んでみたいと思います。まずは流星王を貴殿武人モードに変形させていきます。作中でもですね、ここでピンチに陥った流星王を格納してですね、この中でエネルギーをこう蓄えさせてね、増幅させて、それで相手を倒すっていうね、そういう戦い方をしていたので、それをやってみたいと思います。こっちか。はい。変形できました。流星王ですね。この流星王が、この中にこう、スポッと、中にこういう風に入ることができます。もう全く、超余裕ですね。もうぶっかぶか。全然楽勝で入れます。で、中に入ったら、ここでパカッとやると、中でこの、流星王のですね、気力がこう、どんどんここで高まっていくんですよね。で、オーラみたいなのがブワーっと出てきて、で、こう、パカーンと開いたらもうエネルギー満タン状態で、バトルスタートみたいな感じになるんですよね。だから、どっちか言ったら、もしかしたら、基地ロボ的要素もあるのかもしれないですよね、これにはね。まあ、ただ、この、貴殿武人とかに、こう、基地の概念がないので、まあ、なかなかね、僕の中での基地ロボの定義に当てはまらないんですけど、遊びとしてね、あくまで。基地ロボという、立ち位置も狙ったのかなっていう感じはしますね。そして、もう一人の貴殿武人であるウォンタイガーですね。こちらを格納していきたいと思います。こちらも同様に変形してみて、変形させまして、中に格納していきます。よっ。
変形できました。この状態で、中に格納。よいしょ。はい。これでなんとですね、結構ウォンタイガーってでかいんですよ。ウォンタイガーね、すげえでかいんですけど、そのウォンタイガーもね、ギリギリ入りますね。これは面白い。うん。まあまあでかいですよ。やっぱこれね、デラックスロボを1個丸々そのまんま中に収めちゃうぐらいな感じ。うん。これは、うん、でかいですね。ガチャンと。だから、うん、感覚的に言うと、デラックスロボ1個分、まるっとは、この胴体の中に入れちゃうって考えると、あれですね、デカベースロボと同等ぐらいのサイズ感ですよね。デカベースロボもあれね、デカレンジャーロボを格納って感じですもんね。ただ、デカベースロボはいろいろね、複雑な変形機構もあって、まあ、中に格納したまんま全てのね、形態取れますが、あくまでも分離した状態で格納してる状態ですよね。でそれに対してこちらは、そのまんま、デラックスロボ、人間体をそのまんまですね、人型のまんま中にぶち込めるということで、だからダイナミックさはやっぱりありますよね。うん。とても、そういう意味では面白いギミックだなと思います。うん。なかなか、ちょっと楽しい。やっぱ、なんだろう、ザ・基地ロボという感じではないので、うん、デカベースロボ的なね、面白さというか、うん、基地ロボとしての面白さっていう感じではないですが、いや、でもなんかこう、ロボットを中にこう格納してね、完全にこう中にしまえるっていうのは、やっぱりちょっと楽しいものありますね。はい、チャーさん、ビッグスケール基地ロボみたいな大きさですね。いや、まさにそうですね。あ、そっか、そうですね。そう考えてみたら、昭和戦隊の、あの、ビッグスケール、戦艦ですよね。ロボット、1号ロボというかね、スーパー戦隊ロボを中に格納できる戦艦的なポジと同じですね。やってることは完全に同じって感じですよね。うん。だから、変形できる戦艦だと思えばいいのか。そういえばそうですね。うん。男仮面ライダーセイバーさん。大無限、超かっこいいです。大無限素晴らしいです。マックスギャラクシーに続く史上最強ロボですね。えっと、はい。ということですね。まあ、確かにね、うん、すごくいいですよね。やっぱりこう、ロボ的なね、感じで言えば、なんかこう変形もね、立てただけとか、すごいシンプルですけど、やっぱね、遊んでると楽しい感じはしますね。でまたね、この、ウォンタイガーがそのまままるっと入ってくれるっていうのはね、意外と、あの、でかいですよ。遊びとして。うん。結構新鮮な驚きというか、これほんと入んのかなと思いながら入れたりしてたんですけど、いや、これ入るんだと思うのね、楽しいですね、ちょっと。かっこよさもすごくあると思います。おとっ仮面ライダーセイバーさん。今日仮面ライダーアクションフィギュアとプラデラネオコスモギャバリオンを買ったら小さい子にしかもらえないギャバンインフィニティのセットをもらいました。衝撃でしたね。あれですかね。合言葉はギャバンのやつですかね。
なんかそういうのかな。まあでもね、結構もらえるとこもらえますよね、あれね。まあ、ブンブンジャンの時にね、甥っ子ちゃんたち全員連れてですね、スカイツリーのふもとにおもちゃ屋さんあるんですけど、でそこに行って、合言葉はブンブンジャーっつってブンブンカンもらったんですよ、みんなで。ああいうね、思い出があります。いいですよね、ああいうね、キャンペーンね。うん。フィギュアなど、男カメライダーセーバーさん、フィギュアなどを買っているビッグカメラで、いつもありがとうございますで、ギャバンインフィニティ合言葉キャンペーンのセットもらいました。大無限、大迫力で大満足です。やっぱりそう、合言葉キャンペーンですよね。うん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 。あれいいですよね。僕も、ちょいちょいお世話になりました。よいしょ。と、まあ、単体での遊びはこんな感じなんですが、もう一つ、やっぱりね、この大無限には最大のギミックがあります。でこれがですね、今まで出てきましたすべてのメカを全部合体させましたですね、全合体モードである重工機電、こういう全合体モードがあります。なので、ちょっとそれをやっていきたいと思います。で今回のこのね、全合体も、なんかね、パターン外しというかね、特殊なパターンなんですよね。なので、ちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、こちら、大無限を元の、起電銃モードに戻していきます。よっ。はい。起電銃モードに戻しました。簡単ですね。と、この起電銃モードに戻しましたら、今度はこちらですね。ドドン。はい。こちらのウォンタイガー。こちらもですね、起電銃モードに戻していきます。よいしょ。起電銃モードに戻していきまして、戻しましたら、肩の横のですね、このクリアパーツを外しておきます。ここがね、干渉しちゃうんですね。はい、そうしましたら、なんと、この大無限の甲羅を割ってですね、先ほどのところに、はい、入れておきます。一応ここにですね、見えるかな？取り外したパーツを入れておきまして、この中に、よいしょ。はい。入れると、なんと、おおまるっとウォンタイガーを中に格納することができました。あれさっきのロボの時よりもこっちの方がテンション上がる。これ、すごくいいな。こっちの方がなんか、格納基地ロボっぽい。こっちですね。これ一番かっこいいかも。
はあ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 、これはいいです。こういうことか。ああ、これいいですね。このモード。あら。あ、かっこいいなあ。あ、今一番感動してる。いいですね。ああ、基地ロボっぽい。うん、格納戦艦って感じしますね。あ、いいな、いいな。はい、ということで、こんな感じでまるっと、ウォンタイガーをこの巨体の中に格納してしまいました。はい、そうしましたら、えっと、そうしましたら、こちらですね。ドドドドドドド。ドドン。先ほどの天空気伝ですね。この天空気伝を、なんとそのままですね、上に乗っけてしまいます。でね、本当にね、何かでガッチャンって合体するんじゃなくて、ここのね、溝にコロを置くだけです。合体とかしないですね。置くだけ系。はい、こちらに置きます。はい。置くとここにね、スポット、収まりまして、で、ここで収まってくれたので、最後に、こちらの流星王がその上に乗っかることで、さあ、これで完成。重工記念だー、イエーイ。おー、重工記念になりました。のー、なんとも言えない合体。いや、全合体ですね、これは。でも一応、その前年のね、10レンジャーの究極大獣人の状態で、結構外した合体の方法だったんですよね。スーパー合体も重低大獣人っていうことで、上からね、ほっかむりをかぶるだけっていう状態。だから今までのスーパー合体ってもう全身まんべんなく全部を、セイントセイヤのクロスのように全身にわたってクロスを着込むような、はい、合体方法だったので、まあ、これがザ強化合体っていうところに、上からほっかむりをするだけというパターンの合体を提供してきまして、で、さらにそこからもう一段の究極合体、二段階強化っていう形での究極大獣人。でもその究極大獣人も、ロボじゃなくて、キングブラキオンっていう変形しないでっかい恐竜に乗っかる、要は騎乗するっていう形ですよね。だからこれも合体じゃなくて乗っかるんですね。乗せる。だからどちらかというと合体というよりか格納に近い感じですよね。戦車に乗るっていう感じの合体の方法。そこにプラスパーツとして、キングブラキオン由来の
はい、パーツを取り付けていった。重帝大十字に取り付けていったっていう感じの合体の方法だったんですよね。だから合体方法で言ったら、すごく外した合体というか、今までの綺麗なスーパー合体から、ちょっと別パターンの、かっこよさを模索したっていう感じの合体方法だったんですよね。いや、で、当時は正直言うと面食らったというか、どういうことっていう感じだったんですけど、もう今となってしまえば、もうすごい大発明ですよね。すっごい大発明で、あれがなければ、スーパー戦隊ここまで続かなかったでしょうし、やっぱあの大ブレイクはすごかったですよね。でもうね、アメリカなんかね、アメリカをはじめ世界各国でね、究極大獣人はもう魅了されちゃって、そこからパワーレンジャーシリーズがね、ずっと連綿と続くことになりますから、いかにセンセーショナルだったかってことですよね。だからあの合体方法の発明はすごいものがあったと思います。で、それを受けての翌年の大レンジャーで、さらに今度は別パターンの合体っていうことで、流星王のセンセーショナルな単体変形ね。で、そこに天空貴殿との強化合体が、なんと真の1号ロボである大連王と。で、ウォンタイガーで前年のね、合流人と同じようなパターンでの組み替え変形がありつつ、最後に全合体究極大獣人枠で、この重厚貴殿、今度は2段階に乗っかるっていうパターンを提示してきたってことですね。これも多分また究極大獣人と同じように、こういう合体もあるよねっていう、多分、社会に対する提案だったと思うんですよね。だからこれはこれですごいアイディアだなと思いますね。しかもまた、これがね、コンセプトにすごく合ってるんですよ。ね。もうモチーフががっつりね、中国の昔話というか、にマッチしてるわけじゃないですか。ね、出てくるものも死生獣だし、ね、流星王も孫悟空がモチーフですよね。で、この流星王が、このね、天空貴殿に乗っかった様が、まさにね、均等運に乗っかった孫悟空っていう感じじゃないですか。で、さらにね、今度は重厚記念っていうもので最終的に合体したっていうのが、これが多分、五行山なんですよね。お山なんですよ。で、孫悟空っていうのはそもそも石から生まれてきてるんですよ。岩から生まれた猿の化身なんですよね。猿の、神様的なお猿さんなんですね。もともとはインドのハヌマーンっていう、神様がモチーフになってるんですけど、要はそういう感じでね、岩から生まれたお猿さんなんですよ。孫悟空っていうのはね。だけど、こいつがね、強すぎて、また暴れん坊すぎて、機関坊すぎて、で、霊界でですね、悪さしすぎちゃったんですね。で、お釈迦様に、怒られてですね、もお前はもうちょっと頭を冷やせっていうことで、五行山っていうね、山を上からこうバーンと落とされてですね、山に潰されて500年間謹慎処分されるんですよ。で、そう。で、謹慎処分されちゃって、で、辛いよ、辛いよって言ってるところに、天竺を目指して、えっちらおっちら、あの、旅をしていた、あの、偉い偉いお坊さんのですね、三蔵法師がそこにね、やってくるんですよね。で、おい、猿と、何をしとるんかね、君はと。で、これこれ近々で、お釈迦様から、お叱りを受けて、こうやって潰されてるんです。助けてくださいっていうことで、で、
お釈迦様、三蔵法師に助けてもらうんですよね。その代わり、旅のお供をしなさいよと。で、僕の弟子になりなさいよっていうことで、はい、何でも言うこと聞くから出してください、つって。で、念力によってですね、三蔵法師がこの五行山をブワーッと持ち上げたら、で、ピューンと出た瞬間に、バーカ、坊主っつって、お前なんかの弟子になるわけねえだろ、バーカ、お尻ペンペンっつってやろうとしたら、そのね、出す前に、わしの弟子の証じゃっつって、このね、上のね、金冠、冠みたいなやつね、金庫寺っていうらしいんですけど、で、これを、自分の弟子の証だっつって頭にくっつけてから出したんですよね。で、思った通り、バーカーっつってお尻ペンペンってやったから、この野郎っつって、ナム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 ってやったら、この金庫寺がぐわーって頭して、痛い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 ってなって、ごめんなさいっつって、で、それで、やっぱり仲間になります、弟子になりますっつって、そこから、三蔵法師の弟子になったと。こういうところから、西遊記っていう話が始まっていくんですけど、まあ、それをなぞらえてる。だから全部、孫悟空になぞらえてるんですよね。っていうところも、なんかこの全合体のモチーフとして、なんかこうストーリーを持たせてる合体っていうのは、なるほど、そういうことかというのは面白いですよね。この合体パターンっていうのはとてもね、ストーリーがあって面白いと思います。うん。またなんかね、中国絵画っぽいですよね。こう山をバックに、こう、キントーンで飛んでいる孫悟空っていう、なんかこう、ジオラマチックな感じの合体っていう感じも、まあ、あるかなと思いますよね。うん。で、そういう意味でね、すごく面白いと思います。で、まあ、この段階でね、こいつが余剰パーツになっちゃうんですよね。で、これこの中に突っ込んどきゃいいんですけど、まあ、せっかくあるんで、こうやって流星王に持たせちゃうっていうのもいいかもしれないですね。こう、ね、金メッキのね、青竜刀みたいなやつが、すごい豪華なんで、これもいいですよね。うん。で、ちょいちょい、余りパーツ出てくるんですけど、まあ、こういう感じのね、余りパーツとか出てきますが、まあ、こういうのもね、カメオの中に突っ込んじゃえば、まあ、完全に余剰パーツゼロっていう形でもできるので、まあ、そういう意味で言うと、このあの、重厚起電モードはすごく、もうよく考えてみたら、大レンジャーシリーズの余剰パーツ完全ゼロバージョンとしては、すごく優秀だなというのは結構ありますよね。うん。すごく面白い。楽しい合体だなっていうのはちょっと思いました。はい、MKMK さん、かっこいい。パチ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 。どうも、MKMK さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。なかなかね、素晴らしいですよね。そうだ。あと、そうそうそう、大無限の時に言い忘れちゃったんですけど、やべ、外れた。はい、この付属するですね、大レンジャーたちなんですが、なんとですね、ここにこうやって、このような形で、なんと、ここにね、載せることができるんですよね。これはこれでなかなか味があって面白い。
ね、他にもね、別に、天空気伝と同様にね、こういうところに載せておくこともできますし、そういう意味で言ったら、大レンジャーシリーズって結構ね、レンジャーとの絡みもいろいろあって面白いですね。いろんなところにレンジャーたちを置いておけるので、これは楽しいな。結構いっぱいいろんなところにレンジャーたちを乗せることができます。男仮面ライダーセーバーさん、重厚記念かっこいいです。いや、ほんとそうですね。だからなんか、不思議な感じですよね。いや、ロボットもつかないし、マシンともつかないし、これは何だろうっていうね。でもこれはこれでなんか新しいなっていう感じしますよね。まあ一応これでもね、こうやってホロ走行で遊ぶことができるのは、すごい迫力があって素晴らしいと思います。ちなみにこの状態で、よいしょ。ドドドドドド。ドドン。おー。すごい。はい。スーパー戦隊デラックスロボの歴史上に燦然と輝く G12 さんですけれども、G12 と比べてこんな感じですね。いやー、つまり何を言いたいかと言いますと、G12 にためはるぐらいのボリュームがあるってことなんですよ。で、こっちはね、言うて、3体のロボじゃないですか。で、こっちは4体じゃないですか。でもそれでもね、まあもちろんね、みっちり感はこっちのが全然ありますけど、それでも、この時代においてですよ。合体数1個少ないにもかかわらず、ほぼ同じというね。G12 ってもうね、スーパー戦隊ロボの中でも、もう屈指のデカさですから、もうね、そのね、最強のデラックスロボと言っても過言ではない G12 と、実は結構ため張るぐらいの迫力のあるロボなんですよ。重厚機電。このね、サイズの暴力っていう意味では、ここもね、重厚機電の魅力の一つだなっていうふうに思いますね。よいしょ。よっ。ほわ。でも結構毎回G12 を、サイズ比較とかで持ってきたりして、よいしょーなんつって持ってきますけど、あれすごいですよね。だってあんなサイズのやつが全部ちゃんとジョイントでがっちり合体してるんですからね。あれすごいよな。ということで、重厚起電ですね。ちなみにですね、この重厚起電の必殺技がですね、大圧殺っつって、このね、飛竜痕を上からね、こうぐる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 って回転させるんですよ、腕ごと。で、それをね、ヘリコプターのローターみたいな感じで、このまま垂直にこうやって上がっていって、上空から敵の上空になった時に、こう、ピタッと止めるんですね。そうすると、そのままストーンつって、ズドーンつって落っこって、そのままね、重さで、重量で、
相手を潰すっていう、まさかのね、物理の暴力でこうドーンとやるというね。意外、こんなに気力とかなんとかっつってすっごい、ドラゴンボールチックな感じの戦い方をするのに、最後はね、物理って感じですね。重力って感じで殺すっていうね。そこら辺はね、すっごいリアルなんですよね。でもね、それがとっても素敵。という素晴らしいね、大レンジャーのデラックスロボシリーズでございました。一応ね、僕ちょっと大人流持ってないもので、まあ、これがね、大レンジャーの、デラックスロボの集大成ですよね。全合体ロボっていう形で、はい、お送りさせていただきました。もちろん、この状態はこの状態で非常に素晴らしいと思います。うん。面白いですよね。新しい価値観を提供してくれるような、すごいね、面白い合体方法だなっていうのは、それはそれでね、非常に尊いものだと思います。ですが、やっぱりね、前回の、やっぱ大レンジャーのね、流行大連王っていうのを作らせていただいてね、スーパー合体、強化合体をね、俺合体ででっち上げさせていただいたんですけども、それと同様ですね。やっぱり、これはこれで素晴らしいんだけど、やっぱりもうちょっとちゃんとした強化合体ロボが見たかったよというね。というのも、ちょっとね、人情じゃないですか。やっぱりそこら辺ありますよね。なので、ここから今回の、メインディッシュやっていきたいと思います。メインディッシュの俺合体やっていきたいと思います。今回の俺合体は、この重工記念の全合体をもうちょっと別バージョンのかっちょいい系のロボ合体で全合体させてみたいと思います。イェイという感じで、今回のメインディッシュ、今日やりたかったのは実はそれだよということでですね。はい。合体をさせていきたいと思います。いやー、なんか、大レンジャー、こういうパターン多いですね。ひとしきりやって、もうそろそろ終わりかなみたいなところで、実はメインディッシュが始まるというね。ということでですね、ちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、全部外します。全体的に全部外していきます。はい。天空気伝も外します。はい。そして、中のウォンタイガーも出します。よっ。ウォンタイガー発進。あ、ちょっとこれやりたい。ここから、パカッと開けて、ウォンタイガー、発進だ。発進。おー。わかります？僕、こういうのが一番好き。なんでこんなに好きなんだろうね、これ。このね、基地から発信っていうのがたまらなく好きなんだよね。なんなんだろうね、これね。根源はもしかしてサンダーバードなのかなね。サンダーバードとか、あとはウルトラマン80あたりが根源な気がしますね。と、ここまで出ました。ただ、カメオくんをですね、やるのに、一旦、両サイドの気力砲を取り外します。はい。で、身軽なカメちゃんになりました。ただ、首を引っ込めます。はい、首を引っ込めましたら、足を展開。
はい、足展開します。はい、そうしましたら、胸のパーツを開いて、これで亀尾くんの合体準備完了です。そうしましたら、ウォンタイガーですね。と、天空気伝。ここを合体して、騎馬大王を作っていきます。騎馬大王というよりかは、前回やりました竜虎大連王ですね、を組んでいきます。よまずは、ウォンタイガーを合体モードの方に展開をしていきます。はい、この状態ですね。そうしましたら、聖天魔、聖麒麟を合体させます。合体。こちらも合体。合体できました。はい、そうしましたら、聖獅子ですね。聖獅子ちゃんを、よはほ分離しまして、こちらは背面へ合体。よ合体。はい、そうしましたら、肩パーツの方を合体。こっちか。肩パーツをこちらに、よっ。なかなかはまらない。合体。こちらも合体。できました。で、そうしましたら、正方に、こちらですね、アタッチメントパーツを接続いたしまして、はい、こちらを騎馬大王に持たせます。先ほどの清流塔の方を持たせまして、これでメットオンして騎馬大王って感じですよね。でこれはメットオフさせまして、はい、この状態ですね。で、この状態になりましたら、前回のこの流星王ですね。この流星王との合体をやっていきたいと思います。はい、こちら、頭部を取り外しましたら、腕を展開いたしまして、
こうか。よっ。こういう状態ですね。で、そうしましたら、足をこんな感じに開きます。で、背面パーツを展開しまして、こっちか。失礼。こっちか。こういう形にいたします。で、そうしましたら、上からかぶせまして、こういう状態を作りました。でね、前回はここに流星王の頭部を、ここの股間のですね、隙間の方にジョイントでここのジョイントなんですけど、ここのジョイントを滑り込まして、甘噛みさせてたんですけど、もちろんね、それでも、なんとかね、前回やったように、合体できるはできるんですけど、ちょっとね、安定度っていう意味で、今回、申し訳ない、急遽ですね、作らせていただきましたが、こちら、ドドン。はい、台座パーツですね。頭部台座パーツ、作らせていただきました。これはですね、頭部台座パーツは、この大無限のですね、ここの、ここにね、電池ボックスがあるんですけど、電池ボックスの蓋の中とかにもですね、隠していられるので、一応余剰パーツゼロでいけるんですけど、一応そういうジョイントパーツを用意しちゃいましたってことですね。なくてもいけますけど、安定感を増すために、ちょっと今回はこちらご用意させていただきました。はい、こちらを使って、このアタッチメントパーツをはい、使うことで、こんな感じでですね、はい、割と安定して頭部を引っ掛けさせていただくことが可能です。ね、前回はね、結構わちゃわちゃしちゃってたんで、あれおかしい、あれおかしいとか言ってね、わちゃわちゃやっちゃってたので、はい、今回はこんな感じで、しっかりと合体できました。ね。さあ、そうしましたらですね、なんと、今回この龍虎大連王を、この大無限ですね。この大無限の中に、はい、究極大獣人のようにですね、中に格納して合体していきたいと思います。さあ、今回合体するときにですね、こんな感じで、わあ、やっちゃった。こんな感じで、はい、スーパー5ロボの時のようにですね、つま先を立てましてですね、中にこのまま突っ込みます。いくぞ、合体。何かが引っかかってしまった。お入りました。なんと、すっぽりと合
退することができました。おー。そして先ほどのようにですね、はい。流星王も被ることができます。そしてですね、申し訳ない。ちょっとね、合体のジョイントとかはですね、設けないんですが、一箇所ですね、当チャンネル恒例のですね、ゴムバンド方式、これをちょっと申し訳ない。今回も使用させてください。というのはね、なんでかっていうとね、こいつなんですね。でこいつをね、使いたくて。で、後ろにね、取り付けるだけってのもいいんですけど、でもね、もったいないなって、ここまでちゃんとかっこよくしたかったんで、ちょっとね、いろいろ悩んだんですが、ここは一つやっぱりですね、ゴムバンド方式を使わせていただこうということでですね。はい。こんな感じで、肩口に引っ掛けさせていただいて、こいつを、キャノン砲をですね、このポジションにセットさせていただきます。あ、こっちじゃないか。ごめんなさい。こっちだ。こっちです。こっちですね。反対側も同様に。はい。取り付けまして、そして、こちらに大連王の冠をかぶせましたら、さあ、これで完成。晴天体制、大連王だイエーイおー合体できましたおーやったね。あ、そうか。これ、上に、ごめんなさい。もう一個忘れてた。上にこの剣だ。
はい。これです。おー、できました。改めて、晴天体制大連王だイエーイおー、できたー。これが、僕が大レンジャーでやりたかったやつです。よっ。これが大レンジャーの全合体。おーおー、素晴らしい。ここまで合体すればさ、なんかこのね、このゴテット感だったらなんかフルアーマーチックで良くないですか？このおデブちゃんっぽくもないじゃないですか。おー、結構まとまってると思いません？背中もこんな感じで。なんか雰囲気的には、あのね、覇王手裏剣人的な感じ中に乗り込んでる系のやつなんですけど、ちゃんとね、しっかりとこのバランスが取れてるんじゃないかなと思っております。ね、また、そうそう、単純に中にね、入っただけじゃなくて、こういう風にね、キャノン砲も両サイに取り付けることで、こう結構、前回のね、竜虎大連王よりもさらにもう一つパワーアップしましたよっていうところをちょっと主張しております。おー。なかなかね、さらにね、このね、前回もそうですけど、こういう感じでね、白虎と青龍が、ここちゃんとね、龍と虎が、龍子がですね、ここにちゃんと主張しているというね。なんで、ここら辺がとってもいいんじゃないですか。そう考えると、ここに玄武、白虎、青龍と朱雀があるというね。死生獣をそのままここで表しているという、なんかそういう感じで、結構、ね、意味合いというかね、コンセプトにもかなったような合体になってて、素晴らしいんじゃないですか？結構ね、バランス的にも結構まとまってますでしょ？しかもね、でかさ的にも、騎馬大王がつま先立ちして入ってるんで、ここにね。騎馬大王の段階ですげえでかいじゃないですか。ね、前回もやらせていただきましたけど、騎馬大王の段階で、天雷旋風神と同等のサイズなんですよ。そいつがつま先立ちして入ってる状態なんで、でかさ的にもとんでもなくでかいんですよね。で、これだけね、ちゃんとなんかこう、ゴテゴテしてますけど、割と収まるところに収まってる感じで、まとまってる感じすらしますね。いや、だからね、なんだろう、ターボビルダー的な箱ロボ的なね、感じの合体ではあるものの、あるいはね、マックスマグマ的な、はい、感じの合体ではあるものの、いや、ちゃんと各ロボが主張していてね、各ロボのつながり、今までの合体のつながりも、はい、きちんとね、こう踏襲している状態で、いや、めちゃめちゃかっこいいんじゃないんでしょうか。いやー、これは、大レンジャーのね、最終強化合体ロボとしてふさわしい佇まいになったんじゃないかなと思っております。
チワさん、幼稚園のお友達が集まって、究極大獣人や重厚起電を完成させた時の感動は、今でも色褪せない思い出です。ああ、なるほど。チワワさん家で、お友達とみんなで、最終強化合体ロボをやって、ワイワイキャッキャやったっていう感じですか？いや、それ、めちゃめちゃいい思い出ですね。それ一番最高の思い出じゃないですか。いや、それいいな。いや、僕はね、そんな素敵な思い出なかったですよ。あんまりね、そう、ロボットはね、ほんと一人で楽しみたかったみたいな感じでしたね。友達と分かち合うことってほとんどできなかったから、SD ガンダムでやってたぐらいで、そう。で、友達のね、かつて前にもね、ずっと言ってましたけど、近所の米屋のマー君としかですね、おもちゃで遊ぶっていう感じのお友達はいなくてですね、そのマー君がね、もう嫌な野郎でしたからね。というのはやめましょう。マー君談義はやめとこう。いや、それめちゃめちゃいい思い出ですね。羨ましい。でもいいな。重厚起電とか究極大獣人。みんなでキャッキャキャッキャ言いながらね、遊べたなんて超いいですね。チアさん、合体した状態で入るの？そう。結構驚きでしょ？そうなんですよ。このね、合体した騎馬大王の状態でまるっと入っちゃうというね。この驚き。これめちゃめちゃいいですよね。しかも、この騎馬大王レベルのサイズ感になってくると、このボディが、まあまあ、足パーツになるんですよね。うん。そこら辺もまたちょっとね、いい具合のこの、今まではどっぷり全部入ってたものが、この状態になれば下半身構成パーツぐらいに、収まることができるというね。この、なんだろう、積み上げ感というかね、それが素晴らしいですよね。男仮面ライダーセイバーさん、かっこいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、嬉しいなー。ね、これをね、ちょっと組み立てて、これをやりたくてですね、大レンジャーのデラックスロボの、はい、シリーズを始めたと言っても過言ではないです。もうとにかく大レンジャーは、この強化合体っていうのが、一つね、大きい課題だったというか、強化合体ね、素直な、こう、ね、スーパー合体、ね、重低大獣人的な、スーパーターボロボ的な合体枠もなかったですし、強化合体も、全合体も、重厚起電ね、という形で、いや、非常に素晴らしくて余剰パーツも出ないし、全部まとまってて素晴らしいね。一つの、強化合体の形としてね、新しい枠が生まれた素晴らしいものだったんですが、やっぱりね、こう、最終強化合体ロボという形でやりたかったというかね、どちらかというとあれマシンというかメカ枠というかね、なんでロボ枠の全合体、強化合体ロボが欲しかったなというのが、大レンジャーの中のね、数少ない、惜しかった部分の一つだなと思いますので、そこら辺はね、ぜひ、ぜひ、このね、俺方研究所のね、玩具レビュー生配信で、ちょっと、そこら辺をね、また新たに払拭していきたいなと思っていたので、今回ようやっとそれを叶うことができました。でもね、ここら辺が醍醐味ですからね。ゴーバスターズでもやりましたし、あと、ゴーカイジャーでもやりましたからね。もう今までなかったんかいというね、全合体ロボ。これをデラックスで、俺合体でやってしまう、実現してしまうというのが、はい、このバッチの俺合体研究所、玩具レビュー生配信のこう醍醐味かと思いますので、いやー、大レンジャーこれ、ようやっとそれ
ね、これできたので、非常に僕は満足しております。やっぱりね、結構スーパー戦隊のロボットの歴史の中でも、いや、それあったらなっていうの、ちょっとあるじゃないですか。ちょっとしこりになってるやつ。それの一個だと思うんですよね、大レンジャーって。うん、だからその大きい一個、大きいしこりの一個だと思うんで、いや、今回それね、なかなかこう僕は最高の形でこう回収できたんじゃないかな、なんていうふうに思っております。結構ね、もう、生配信もね、おかげさまで長いことやらせていただいたので、うん、スーパー戦隊の中のこのね、こうだったらよかったのにな、みたいなのって、結構あらかた網羅しちゃった、これで。ねえ、なんか結構もうやっちゃってますよね。ゴー、ゴーンジャーは別にもうね、そのまんまで十分成立しちゃってるやつだから、なんかもうこれ以上何をすることがあるのだみたいなレベルですからね。あとなんかあるかな。マジレンジャーはあれさすがにデラックスは無理だよね。僕ね、今デラックスで、狙ってるのが、あの、あれ、あの、あれなんだっけ、バリキオンの合体するやつ。出てこない。2号ロボ。出てこない。出てきたら言います。あのね、そう、マジキングと、あいつ、馬のやつ、あれ合体できたらなとか、あともう一つのね、白いやつのセイントカイザーか。セイントカイザーと、馬2体と、マジキングで3体で強化合体とかっていうのをね、ちょっと無双したりしたこともあったんですけど、でもデラックスでは無理だよな。多分ね、あれ構造上。あともう結構やっちゃってますからね。スーパー戦隊で、これできたらよかったのにな、みたいなやつ。いや、ぜひ、なんかありましたら教えてください。これできないのみたいなのがありましたら。あとなんかやってないのなかったっけな。結構ね、もう昔、長いこともう100回以上やらせていただいてますからね。結構な量のスーパー戦隊のデラックスロボ玩具レビューしてますよね。ゴーバスターズもブンブンジャーもやったし、ライブマンもやった、ターボレンジャーもやった、ゴーカイジャーやった、ゴセイジャーやった、獣王ジャーやった、デカレンジャーやった、そっか、ゴーンジャーももう終わってるんですよね、そういえば。そっか、ゴーンジャーももう終わっちゃってんのか。ねえ、冒険ジャーももうやっちゃってますからね。結構やってますね。うん。なんかもう結構網羅した感もあるんですけど、ルパパとか。ルパパとはちょっときついんだよな。でも、あれですね、挑戦しがいありますね。などといろいろね、言ってますけれども、まだまだね、スーパー戦隊デラックスロボで、レビューできてないものいっぱいありますのでね、今後もちょっとね、一つ一つ頑張ってですね、外した。はい、レビューしながら、皆さんと、
はい、楽しんでいきたいかな、なんていうふうに思います。ね、次回もね、どれにしようか、まだ決まってはいないんですけれども、楽しい題材をね、ご用意いたしまして、また、はい、生配信の、ガングレビュー生配信の方させていただきたいと思いますので、ぜひぜひ、お時間がございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。いやー、今日はめちゃめちゃ満足のいく俺合体ができて大満足でした。またね、次回も楽しい俺合体ね、考えたいと思いますので、ぜひぜひご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。